皆さんは時を忘れて贅沢に浸りたくなる珠玉の湯宿体験をご存知ですか？湯村に佇む風雅な名旅館では、伝統のおもてなしが旅の質を極上に高めます。荒湯で街の情緒を味わったら、いよいよ至高の扉がオープンです。記憶に深く刻まれる本日のハイライトは、温泉卵すき焼き露天風呂付きです。最後に宿泊料金を発表しますので、それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は兵庫県の湯村温泉にあるお城のような老舗の湯宿浅野屋です。湯村温泉は平安時代から続く歴史ある名湯で、豊かな高熱温泉が湧き出る山陰の隠れ里、風情ある荒湯を囲む素敵な温泉街です。その極上の湯を客室で贅沢に独り占めできるのが、本日お世話になる浅野屋さんです。温泉露天風呂がついた特別な和洋室に宿泊したので、その魅力をたっぷりとお届けさせていただきます。気になるアクセスは、電車を利用される場合 JR 浜坂駅から路線バスを利用します。旅館まではバスに揺られて約20分とアクセスも快適です。お車での場合は八日氷ノ山インターから約45分。美しい自然に癒されながら快適なドライブを楽しめます。浅野屋さんの立派な門前に到着しました。玄関前で車を止めると、後で駐車場へ運んでいただけます。こちらが浅野屋さんの外観です。本当にお城みたいな佇まいにテンションが上がりますね。その横で流れる滝の音が心地よくて風格を感じます。それでは気になる館内に入ってみましょう。こちらが浅野屋さんのロビーの様子です。華やかな絨毯と奥ゆかしい伝統美が調和した開放感あふれるロビーですね。館内の案内板を確認すると、地下2階から8階まであり、湯村温泉の中で最大級なのも納得です。その裏にあるのは喫煙所で24時間利用可能だそうです。広々としているので喫煙者には嬉しいですね。その近くにはタバコとジュースのそれぞれの自販機がありました。さりげなくお酒があるのもいいですね。入り口では大きなくまさんのお出迎えだけじゃなく、温泉娘の湯村千代ちゃんも歓迎してくれました。パンフレットや有名人のサインもありました。だけで湯村千代ちゃん、湯村千代ちゃんの明かりまであるのがすごいです。少し奥へ進んでいくと、目の前にお土産コーナー。大きな売店では湯村温泉の素敵なお土産がたくさん。山陰で人気の青果なども豊富に取り揃えられています。もしお土産選びに迷っても安心してください。1位から5位まで売上ランキングが表示されているので、困った時はこれを参考に買えば間違いなしです。また湯村千代ちゃんのグッズも展示されていました。たくさんの温泉娘がいて華やかでいいですね。お酒はご当地のカニビールとスーパードライ。そしてお土産にも嬉しい地酒がたくさんです。こちらには色浴衣コーナーもありました。有料になりますがレンタルできるので、色浴衣を着て温泉街を散策するのも素敵ですね。浅野屋さんではカラオケルームも完備で、今回はなんと特別に撮影させていただきました。音漏れの関係で宿泊具合によっては利用できないそうです。利用したい場合は事前にチェックしておきましょう。カラオケルームは1部屋あり、なんと15名ぐらい入れるそうです。実際は映像よりも広々としていて、
ところどころに和を感じる素敵なお部屋ですね。もちろんドリンク類も注文できます。ただし赤枠の箇所以外はラストオーダーが9時なので、ご利用の際は注意してくださいね。そしてカラオケルームの近くのトイレがすごかったです。とても広々でおむつ交換台もあるのが嬉しいポイントでした。チェックイン時に素敵なウェルカムドリンクをいただけるそうなので、ロビーラウンジの方へ行ってみましょう。先ほどの売店を左に進んだ先にあります。有料ですがドリンクやお酒も飲むことができます。こちらが浅野屋さんのロビーラウンジです。席数が非常に多く開放感に満ち溢れています。さらに奥まで続いていて、大きな窓からゆったりと庭園の景色を望めるのが素敵です。そしてこちらが旅の疲れを癒すウェルカムお抹茶。和の風情を感じる栗あん餅までセットでいただけて、贅沢なひとときを演出してくれる最高のチェックインです。ちなみに湯村温泉のある新温泉町はレコードの世界的産地だそうです。それではお待ちかねのお部屋へと向かいましょう。売店の前にあるエレベーターから2階を目指します。エレベーター内の案内を見るのって楽しいですよね。今回宿泊するお部屋は2階で、なんと露天風呂付き。そして嬉しいことに食事会場が個室で同じフロアにあります。スオーという207号室に早速入ってみましょう。今回宿泊するスオーというお部屋は10畳の和室がある露天風呂付きの和洋室です。広々とした和室でのんびりすると道中の疲れが吹き飛びます。まず入り口のところには32型ぐらいのテレビ、その上に客室電話と取り扱いに Wi-Fi のパスワード、ティッシュに和楽の雑誌などが置かれていました。テレビの下には鍵が5つもある珍しいセーフティーボックス、そばにはゴミ箱と空気清浄機がありました。掛け軸や生け花が飾られた床の間は和の趣が感じられますね。和室の中央には深い緑と黒が映える座卓、座椅子の座布団はふかふかで座り心地が抜群です。座卓の上には先ほど売店で販売されていた売上1位の黒豆合わせ焼きと2位の栗寄せです。隣には素敵な青色のお茶セットが用意されていました。これでティータイムは完璧ですね。次は入ってきた廊下を見てみましょう。まず和室を出て右手にあるドアを開けると、そこはトイレです。ウォシュレット付きなのはもちろんで、お手洗いもあるのが嬉しいポイントですね。トイレの隣には引き戸があり、その中には茶羽織や人数分の浴衣と帯がありました。特大や小サイズを希望の場合はフロントへ連絡してください。そして素敵な柄の巾着袋の中には歯ブラシとハンドタオルが入っていました。バスタオルは1人2枚用意されているのがいいですね。さらに左手のドアを開けてみると、そこは洗面所と脱衣所です。なんとダブルシンクの洗面所で広々なのが嬉しいですね。コットンセットにヘアブラシと歯ブラシ、カミソリやタオルなどのアメニティも完備です。人数分のコップに化粧水などのスキンケア用品、湧き出る温泉水と書かれた面白い美肌ゲルに、もちろんドライヤーもあり快適に過ごせました。さあお風呂のドアを開けようと思ったら、
目を引く温泉の案内が貼ってありました。なんと浅野屋さんの蛇口は全て温泉が出るという紙仕様。ここも当然のように温泉が出るなんてまさに贅沢の極みですね。シャンプー類もしっかりと完備です。また廊下には先ほどの洗面所のドアの前にコップや湯飲みに急須などが入った棚やポットが完備。その下には冷蔵庫でミネラルウォーターが用意されていました。続いては和室奥の2つあるドアの先を見ていきましょう。まず引き戸の方を開けると和の空間からガラリと趣を変えたモダンなベッドルームが待っていました。落ち着いた色調が心からリラックスさせてくれます。32型ぐらいのサイズのテレビがこのお部屋にもあり、ベッド派の方も納得のぐっすり眠れる快適なベッドが2台。3人以上の場合は和室にお布団が敷かれます。枕元にはエアコンや照明のリモコンなどベッドから動かずに操作できるのが便利ですね。窓の近くには空気清浄機となんとマッサージチェア。お部屋にあるとついつい何度も吸い寄せられちゃいます。窓を開けるとそこは小さなベランダスペース。外に目を向けると山あいに広がる瓦屋根が情緒たっぷりです。他にもまだドアがあり、何かなと開けてみると驚いたことに2つ目のトイレがありました。しかもこちらもお手洗いとウォシュレット付きです。そして一番奥のドアを開けると踏み込みとつながっています。さあ満を持して和室の最後のドアをオープン。まず小さな洗面がある脱衣所がありました。奥のドアの先こそがこのお部屋メインの露天風呂です。扉は必ずお閉めくださいとお願いが書かれたドアを開けると、これぞ贅沢の極み、天然かけ流しの温泉露天風呂です。赤い陶器が印象的な湯船には絶えず温泉が注がれています。24時間流れっぱなしに私のテンションも最高潮です。目隠し用のすだれが設置されていますが、隙間からは景色が見え心地よい空間で快適に入浴できました。入ると温泉のあふれる音はまさに至福の BGM ですね。広々とした和洋室に客室露天風呂と、まさに贅沢の限りを尽くした極上空間でした。ルームツアーも終わりましたので、少し温泉街を散策してみましょう。浅野屋さんの玄関を出て左手をぐるっと回れば、この階段を降りた先に温泉街の中心があります。ちなみにこの上り下りはかなりの運動になりました。まず最初に湯村温泉ポケットパークの写真スポット。源泉がなぜ熱いのかなどいろいろ書かれていました。そこから横断歩道を渡った先が温泉街で一番有名な場所です。洗湯は98度もの熱泉が毎分470リットルも湧き出る日本屈指の高熱温泉です。つまり卵を茹でると温泉卵に早変わりというわけです。ちなみに近くのお店に卵が売られているので、ぜひ食べることをおすすめします。川沿いに降りて足湯を覗いてみたり、たくさんの有名人の手形を見ながら散策していたら、10分ぐらい経ったので茹で上がりを見てみましょう。そのままだと熱いのでこちらで温泉卵を冷やします。割ってみると茹で加減も完璧で、出来たてなのもありとても美味しかったです。帰りの階段でカロリーを消費したりと、とても素敵な温泉街でした。
続いては大浴場のご紹介です。地下2階のフロアにあるため、まずはエレベーターに乗りましょう。もう一度館内情報をじっくり見てみると、たくさんの無料の貸し出しサービスの案内がありました。降りられるのは地下1階までで、そこから地下2階を目指します。ドアが開くと、そのフロアから水の流れる心地よい音が。このフロアには見応えのある立派な日本画が目を引き、湯上がりどころとしても使えそうで、温泉情緒がたっぷりです。ちなみに心地よい水の音の正体はこちらの風情ある水路でした。素敵なフロアを通過できましたので、大浴場へと向かいましょう。地下2階へ行くときはここの階段を降りる必要があります。降りた先に見えたのはゆったり広々とした休憩スペースです。足裏マッサージ機で旅の疲れを癒したり、マッサージチェアでくつろげるのもありがたいサービスですね。ここまで来れば目的地まであと少しです。と、その前に冷水やグリーンティーが飲める素敵なサービス。19時までの限定ですが、冷水以外も飲めるのが嬉しかったです。ちなみにこの時は黒豆茶をいただきました。よく冷えていて美味しかったので、お風呂上がりに最高ですね。こちらが浅野屋さんの大浴場の入り口で、翌朝で男女入れ替えとなっています。日本屈指の高熱温泉で知られる湯村温泉。浅野屋さんでは彦星と織姫の2種類の大浴場があり、4つの自家源泉を誇る圧倒的な湯量はまさに必見です。露天風呂に出ると情緒あふれる大きな水車がしつらえられ、四季折々の自然を感じられる作りとなっています。さらに地下には地熱を利用した素敵な低温サウナ、夢千代堂もありました。景色が色づく別の季節にも絶対に再訪したくなる、宿泊者を魅了する浅野屋さん自慢の名湯でした。お風呂ですっきりとした後はお待ちかねの夕食タイム。食事会場は同じフロア内に個室が設けられているので、移動も撮影もしやすくてすごく嬉しかったです。じゃあそのままお入りください。はい、いらっしゃいませ。旅の醍醐味である今夜の夕食は湯の花会席。心躍るお品書きに期待も最高潮です。テーブルを彩るお料理に目を奪われていると、ちょっとレンジ消しますよ。灯籠に火が灯り、幻想的な演出に心が躍ります。まず祝い杯は香りりんごのカクテル。オーナー直筆の素敵な短冊の裏にある兜の蓋を開けると、春の息吹を感じる彩り豊かな前菜が現れました。春カマス木の芽味噌、たけのこ刺身、ホタルイカ西京漬けや鹿肉のコンフィなど、どれも美味しかったです。素敵な前菜から味わうとなると、やはりビールですね。作りの日本海の幸盛り合わせは、まさに海の恵みが育んだ見事な鮮度の良さ。とろける甘エビが口いっぱいに広がると、濃厚な赤身のマグロやプリップリのタイもたまりません。そして今宵のメインはシー魚の黒毛和牛のすき焼き鍋。鮮度抜群のお肉を鍋で焼く音がたまりません。すき焼きといえば豆腐や他の具材を投入して割り下を注ぐと、甘辛い香りが食欲を刺激します。出来上がるまでの間、他の料理も見てみましょう。水タコトマトスジュレはさっぱりとした酸味が絶妙です。次に運ばれてきたのはエビと道明寺の茶碗蒸しに、二物のハマグリ真珠とタケノコの炊き合わせ。
湯葉を閉じ込めた茶碗蒸しは至高のお出汁が優しく広がり、はまぐりしんじょと一緒に添えられたタコやタケノコも味わい深い一品です。素敵なお料理の数々にメインがもうすぐ出来上がるとなれば、当然新たな出会いを求めたくなります。そう、我らがヒーロー利き酒セット先生のご登場です。当チャンネルでは切っても切れない生徒と恩師の関係で、やや辛口の田島が一番好みでした。さあ、お待ちかねのメインのすき焼きができました。長芋で割ってある卵にくぐらせ、つい欲望に負けて順番を先回りしたご飯にのせれば、贅沢なすき焼きオンザライスの完成です。口の中でとろける和牛に絶妙な割り下が絡んで、そこに地酒を流し込めば本日一番の至福のひととき。お料理も終盤になり、揚げ物はエビと地アナゴと地野菜の天ぷら。どうしてこんなにサクサク美味しく揚げられるのか、まさに職人さんの技が光る絶品な一品でした。そして本来はご飯のセットであるお吸い物とお漬物がこちら。順番がずれましたが、どちらも美味しくいただきました。デザートははったいこプリンで至福の宴の幕が閉じます。贅沢で幸せな余韻に包まれながらごちそうさまでした。辺りは暗くなり、明かりに包まれた湯村の街並みが幻想的です。あれだけ美味しかった夕食だと翌朝のご飯も楽しみですね。2日目の朝も天気に恵まれて、温泉街におはようございます。24時間流れ続ける温泉での朝風呂は最高の目覚めです。お風呂という名の朝活でお腹も空いたので、早速朝食を食べに行きましょう。食事会場は夕食と同じで、歩いてすぐなのが嬉しいです。座った直後にまずお出汁が運ばれてきました。ここからお料理に広がるんだろうなという純粋な味わいでした。浅野屋さんの朝食はこの木箱を開ける瞬間から始まります。ずらりと並んだ小鉢の美しさに食べたいが止まりませんでした。地野菜のサラダや小松菜のおひたしなど、体に優しいお料理にご飯の進む佃煮やデザートのヨーグルトまで、朝からとても贅沢なラインナップです。こちらのお椀の中のだし巻き卵が美味しくて、大根おろしと削り節のハーモニーが引き立っていました。熱々の土鍋で作る出来たてのお豆腐も外せません。口当たり滑らかで優しいうまみがじんわりと染み渡ります。食べ応えのある焼き魚はいい香りが食欲をそそります。つぶつぶ食感のソースとの相性も抜群でご飯が進みました。そんなご飯がヘルシーな雑穀米なのも健康的で素敵ですね。さらにしじみの味噌汁の嬉しい味わいにほっと心が和みます。朝からマグロの山かけまで食べられる幸せと、どのお料理も丁寧に作られた贅沢な朝ごはん。お腹も心も大満足の素晴らしい一日の始まりになりました。朝からパワーの出るお料理にごちそうさまでした。今回は湯村温泉にある浅野屋さんをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。お城のような佇まいの館内はどこを歩いても風格にあふれ、客室にある専用露天風呂では極上の湯を独り占めできました。蛇口すべてから温泉が出るのもびっくりです。風情ある温泉街の散策では出来たての温泉卵が絶品で、とろける黒毛和牛のすき焼きからの利き酒セットも最高。彩り豊かな木箱から始まる朝食はとても体に優しかったです。お風呂もお食事も至福すぎた浅野屋さんの今回の宿泊料金は、金曜日の4人宿泊で大人1人当たり約19,800円でした。
実際の料金は旅行サイトやホームページなどでご確認ください。極上の温泉と美味しいお料理に心まで癒されたい方にはすごくおすすめしますので、ぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。